私の名前はサンホイですね、サムジャル・コードは。日本に来たのは1972年です。留学生としてですね、その当時は。それで、日本で勉強して大学で、私も化学なんですね、科学の方で。それで、83年で、あの、博士課程を取って、で、その後には日本の企業ですね、働いていて、で、現在は私も70いくつでしょって。だから一応リタイアでなんですね。ただいろんなカンボジア語ですね、の講師としてですね、教えてるんで、外務省とか、あとあの、えアカデミー、外国語のアカデミーとかですね、そういうところで教えてます。はい。それは一つだと思います。はい。ご存知のように言ってね、私が72年にもうすでに難病の中ではですね、ベトナム戦争の影響で、1970年のクーデターがあって、それで親米の政府がおって、その時はもう、戦争というですね、北ベトナムとその南ベトナムとの間でもう始まってるわけですよ。で、私も72年で幸い高校を卒業して大学で途中でですね、日本の奨学金を試験受けて、それでまあ成績良かったんで、それで受かったって3名ですね、日本に来た時。で、その当時でも国内ではもう戦争始まって、それで、一番悲劇的なのは1975年の4月の17日ですね。それはプノンペン陥落で、ポル・ポト政権がそのカンボジアに入ってきて、非常に鎖国事態状態になって、79年までですね、カンボジアの、あの、ポル・ポト時代の支配されて、それで非常にこの暗黒な状況になってるわけですね。その当時は、私も72年って来て、本来であれば、日本語1年と、あと、学部4年で、本当5年で、77年で、本当は、大学卒して、それで、マスター行くか、進学行くかどうかというのが一つの道があるんですけど、ただご存知のようにもう75年というのはもう全然あの、外部から外からカンボジアに入ってくるというのはもうほとんど非常に特定な人じゃない限り、あるいは思想とかそういうのは、じゃないと帰国できないですね。で、私も幸いに今75年というのはもうカンボジアに入れないって、帰られないんですね。70年卒業してて。で、その時はもう進学しかないでマスターで2年続いて、で、79年にちょうどマスターが終わるところなんですけどね。そこも一つの分岐点なんですよ。カンボジアというのは、ポル・ポト政権が75年から79年の1月7日まで耐えたわけですね。それで、私が本来では79年の4月でマスターを終わって行く予定だったんだけど、非常に不幸かはわかんないんだけど、もしその前に大学院の勉強中の時に例えば中退して帰った場合には、今の私も今いるかどうかわかんないというね、そういう一つの日本の、その当時が中途半端な学生であり、で就職もなかなか日本に悪口ではないんで、あの当時でほとんど外国人って日本の会社勤めるのは至難の技なんですよね。だからほとんど門前払いで、もうインタビューの前にもうどういう国籍で、もう特にカンボジアとかあんまり
評判悪いんですね、イメージ的に、特に。そうすると私も日本で勤めることもできないんで、それでちょっと、その時も私も結婚したんで、学生結婚してね。で、子供も、あの、産んで、それで、まあ、他の道で、まあ、ドクターの方ですね、博士課程でもう進学しかないで、幸いに、奨学金でもらってるわけなんで、別にこう、経済的にも非常にこう、優遇されてるわけなんですね。だから、それで83年まで、まあ、そういう道で学生としては、まあ、最終まで、まあ、至ったわけなんで、83年で、まあ、やっと、まあ、日本も少しグローバライゼーションとかですね、そうすると外国人、まあ、少しわずかながら、こう、外国人のまあ、社内でね、受け入れとか、そういうのがあって、私も東芝に入ってて、で、その後に、まあ、東芝で、まあ、非常にこう、やって、そのいくつかで、最後にソニーで入って、まあ、20年ぐらいの研究した生活です。だからこれはカンブリアの悲劇やったからこそ私の運命はこういう分岐点で何回かあって、もし国帰ったら当時は多分今は生きてるかどうかわからない。だからまあこれ運命だと思います。はい。それはありましたね。それは当初ね76年ぐらいですよ。その後途絶えてますね。76年の金の末までですね、結構あメルーズのまあ、外交官とかそういうのを日本の経由してですね、で国連に行く経由で、日本を経由して、いろんな学生さんとアプローチしてだけど、で、その時は2人の先輩が帰ってて、それでまあ犠牲者になったんですよね、76年が。で、その後に、あの77年からそういうアプローチはあんまりないんですよ。まあ、むしろ変えない方がいいと。要するに、向こうのkhmerルーツの、要するに海外にいるカミラリの留学生、あるいはその同胞、まあ、同胞ですね。あの、たちを呼びかけてというのは当時、事実です。それは76年までなんですね。その後は、そういうことを変えない方がいいって。ちょっと待ってください。今、ちょっと手に負えないというのは正直です。まず時代はですね、70年ってインターネットがないわけですね。まず学習でも結構大変苦労してるわけですよ。私も全く漢字はゼロからスタートですね。だから学校のでもストレス。だからフルリストレスです。ストレスの社会ですね。だからもうこれはまあ日本でも狭いということと、あと日本のその考え方、習慣とかなかなか理解しにくいところもあってんだけど、あとまあ不幸なカンピュアーのそういう悲劇でちょっとまあまあちょっとまあ、軽蔑までではないんだけど、ちょっと異常な社会でね、の人たちで、だから、電車の中でね、多分私の印象の中でね、こう、日本初め来た時に、電車に乗って我々3人で喋った時に、隣の人で、何語喋ってるのってもう一人の高校生が、気違い語だよ。理解できないで、どこの言葉かわかんないんで。で、我々は分かってるわけだから、その時、そういう社会で73年頃なんですよ。そういう時代がものすごくあって、それで学校ではですね、もう日本語全部まだ中途半端なんでね、1年間で幼稚園から高校まで大学入学試験まで1年間でとんでもないんですよ。クレイジーなんですよね。だから学校で外語大の中に、まあ悪口ではないんだけど、そこを50人か55人ぐらいの中で、まあいろんな国で40カ国ぐらいの国で、もう途中で気狂ってる人でいるんですよ。だから途中で帰った人もいる。要するに、
あの、我々っていうのは教育制度というのは大体半日習えばいいって、日本は朝から晩までですね。それで寮生活だから。だからこのストレスの結構大変。要するに中途半端な表現できないんです。自分は、私はフランス語だったんで、フランス語とカンボジア語だったんで、で、中途半端に、日本語も中途半端だし、英語も中途半端だし、また、その大学で勉強するって科学の時はドイツ語を勉強しないといけないんですよ。それでドイツ語の試験が何だろう、ちょっと笑い話だけで。日本語で訳しないといけないんだよ。外国人の日本語もわかんないのに、ドイツ語を勉強して、それで日本語で訳して、ダブルパンチですよ。もう、若いからね、耐えられたんです。で、その後、大学なんとかね、もう超えてて、いろんな、研究の、こんなの乗り受けて、で、次は要するにカンビアのもう悲劇、そういう虐殺とか、ジェノサイとか、そういうのは、もう非常にあんまりいい噂ではない。で、自分もカンビア人として託したいんですね。自分はカンビア人ではない。知らない。というふうに反面、だけど家族はわかんない。今どこにいるかどうかというのは全く音信不通で。で、昔はね、今出て、で、携帯電話、フェイスブックで写真、毎日で通話できるんじゃないですか、顔を見られる。その時代は何もないです。日本語だけ字引で、漢字で一個一個ワンストロークずつ数えて調べなきゃいけない。電子辞書ないんですよ。で、こんな便利な世界はないんです。携帯電話もない。で、次のストレスというのは社会ですね。自分を受け入れられない。幸せにならない。で私も子供が要するに生まれて国籍の問題あっててね。で、私もパスポートないんですよ。その当時は75年以降は。要するにパスポートが無効になってて、だから海外行っても大変なことなんですよ。で、日本はその時は要するに日赤とか日本赤十字とか要するに国際赤十字とかそういうトラベルドキュメント出すんじゃないですか。大体そういう時代は日本は通じないんです。日本は独特のあの旅行券ではないけど要するに再入国リエントリーのペーパーだからそういうトラベルドキュメントじゃない。で全部日本語書いてる。名前だけローマ字な。で海外行っても分かんないじゃないですか。そのペーパーなんで再入国で日本だけ変えられるんですよということなんで。だから海外出ても出られない。例えば勤めても私ソニー勤めてもいろんな学会とか発表の時にもう普通の日本人ほど時間かかるんです。海外アメリカとかヨーロッパ行くとか要するに身元は保証されてないんですね。だから会社はソニーでスポンサーシップで経済的な、あるいは切符とか全部。だから全部会社のカバーでやってもらった。だから個人として、ただ難民とかそういう大きな会社じゃないと、もう入国管理は知らないんですよね。誰が保証人というのは。大変なことなんだ。だからそれが3つのことで、もう一つは、子供が日本人でもないし、カンボジア人でもないんで、パスポートないんですよね。うちの長男は、その時は。だから、それが将来が子供どうなるのかねということを私が同じようにこう認めてないと言ってね、もうパスポートない時だから海外出られないとか。で、国籍はどうするかというのはないで、日本は二重国籍はできないんで。で、幸いに80年の後半ぐらいに、ちょうど野党が、社会党がちょうどね、その自民党で勝ってるわけなんで、その時は土井孝子が、国籍法を変えたんですね。要するに、日本人の妻でも、両親がどちらが日本人であれば、自動的に、日本人の国籍で取れる。で、しかし、20歳の時は選択してくださいという。で、それで海外にいる日本人の、不倫した人たちが、要するに、奥さん日本人だと、日本語学校って多分ドイツの時、奥さん日本人だと、もう日本語学校の、現地の日本学校入れないんですよ。
要するに現地の日本語学校は日本人のためだけだから、外国人は入れないということだから。で、どういった学校があって、社会党が与党になった時に、その国籍法を変えて、あ、やっと日本もそういうことに、要するに平等で女性でね、その平等感は少し改良されたということで、だからいろんなストレスあるんです。非常にストレスフル。で、特に自分の家族も連絡がないということっていうのは非常にちょっと話長い。だから、ストレスというのは、要するに、あ学校、生活、社会、それで自分の家族はどうなるか。だから、幸せにならないというのをいつも私言って、この国は幸せにならないね。死ぬまで生き延びれないと生きられないというのは私も非常に悲観的な考え方があったんでね、昔。だから私も国籍は取らなかったんです、ずっと。だからカメラで、帰って何かをやろうと思ってたんだけど、まあ、もうとうとう諦めて、会社リタイア時にもう日本の国籍取らないと、どこでも出られないんですよ。出られるんだけど、自分のスケジュール通りに行かないで、ね。だから私も決心して、その国籍取ってのが7、8年前ですよ。だから50年のいる間で40年ってこういうストレスフルのオーバーストレスですよ。大変だった。書類はね、もう、今は簡単になったけど、書類はね、もう、全部この自分のお父さんの身分証明書とか、もう、どこにいるかわかんないじゃないですか。自分の出身証明書だけダメなんですよ。だから、こういう法務大臣にいろいろ免状ってね、陳情をね、出して、それでもその時ですよ。もうやっと2000年入ってからなんですね。2010、そうですね、10年ちょっとぐらいで、少し書類で、要するに永住権と国籍法が永住権が少し厳しくなして、それで国籍の方がなぜ税金を払えんじゃないですか。うん。だから会社勤めても、要するに厚生年金、自分はリタイアの時年金をもらえるかどうかわかんないんだよね。そこまで。こんなに税金払ってるこの会社で働いてって、信じられないんですよ。だからいかに日本のグローバライゼーションというか、日本の中での整理されてないんでね。だからだいぶ緩和されてるんですよ。もう私住むところで全部周りに法務省の人がアンケートってこの人が何やってるかとかで全部聞き取れたんですよ、国籍取るときに。そうなんです。犯罪履歴あるかどうかで。で、特に一番問題っていうのは、要するに自分のお父さんお母さんの出生証明書と自分は国籍なんであろうというのは、だって日本の政府のね、留学生なのに認めたら、だから昔のパスポートを持ってるということなんです。私もあんまり日本にいたくないんですよ、本当に。実際には。なんか海外へ出かけたいんだけど、ただ、非常に、よく考えると、日本も、一つは終身雇用でね、仕事は私たちの時代では、ちゃんと働けば最後まで働けるということなんで、だから非常にある程度実行で競争して、上に上がっていくというのは、一つなんだけど、ただ、まあ、そう、多分フランスとか、もともとフランス行きたかったのがカナダとかアメリカとか、友達はそっち行ったわけなんだけど、それは非常にある意味ではクール、ある意味では冷たい。すごく冷たい。日本の場合は和が持ってるわけなんで、だけど自分がしっかりしないとダメだということで。ジョニー・ケンハーの出会いというのはですね、ちょうど彼がニュージーランドを帰るときに、
カンボジアに戻る時に、ある日本人が紹介されて、それで彼が私に、Facebook で、メッセンジャーで、あの、まあ、いつのかわかんないんだけど、そういうプロジェクトあって、で、取材したいというか、日本に寄りたいとか、その時はできますかという、お話できますかというのは、まあ、ちょうど COVID の前ですね。3年前の5月ぐらいで彼が、メールがあって、友達の日本の、本間淳さんというのが、紹介で、で、私もまあ一応メールで連絡して、だからまあ来たらいろんなその留学生とか入れて紹介しますということで。で、しばらく間がちょっとブランがあって、で、その後に彼がジャパンファウンデーションですね。ジャパンファウンデーションの1年間のその、ファンドを受けるために日本人のスポンサーが欲しいということなんで、それで本間さんと私と、あともう一つ鈴木さん、3人で、まあ一応スポンサーというのは書類をね、で、選考の時に、で、それで初めて、まあ彼が、あの、まあ、具体的にですね、そう、アプローチあったということなんで、だから、まあ、すべて、本間さんの、で、その時は大体彼がどんなことをやってるか、展覧会何やってるかどうかっていうのを、まあ写真のことでね、よくあってんで。で、それがきっかけなんで、それで、まあ、ちょうど、ね、コビット始まったところ彼が来て、それで途中でちょっと私もちょっとかかっちゃってんで、で、インタビューできなかったんですよ。メールだけで。途中で会って、で、その後私ちょっとコビットかかっちゃって、それで彼帰るまでちょっと会えなかったんで。で、その後に、彼が展覧会あった時に、まあ、もう一回インタビューを前残したやつで、ちょっと写真撮りたいということで、まあ、続いてるわけなんです。はい。まあ、非常に、話題性も結構面白いと思うんで、まあ、もともと私、写真を撮ってたんですよ。在日カンボジア人と難民とかね、そういう、まあ、写真も好きだったんで、だからまあ、非常にこう、センスある、あるいはその、まあ、タイトルとその中身も結構、非常にこう、注目されるというか、面白いなと思ってましたね。はい。まあ、彼が、まあ一応、まあ対象物としてね、彼からもうそういうインタビューしたいということなんで、私は、まあ結局、自分の思い出も誰か伝えないといけないということでね、まあ苦しみというのは直接ポル・ポトのそういう時代に体験してないんだけど、まあ一つの犠牲者ですね、歴史の犠牲者で。だからその悲劇は単なるこう難民直接受ける人と、まあ亡くなられた人ともいるし、あと生き残った人たちはどういう苦難で超えてこの社会で第一世代、第二世代で続けていくかというのが、やっぱり歴史の中にはやっぱりカンボジアの難民の中の、特に日本でのカンボジアの難民というのは、まあ一つのページとしてですね、歴史のページとしては、まあ少し照らして、まあ明らかになってんじゃないかなというのは、まあ私の印象で、だからまあ、できるだけは、協力したいなとは思っててね。だから、プライベート的にあんまりこう、もう人に見せてるとか、好きじゃないんだけどね、自分としては。だけど、それが大事なところは何だろうかというのは、もうそれだけで絞れば、まあ、伝えられるんじゃないかなということ。だから今回の A とかそういう話というのは、その彼の取ってる取材というのは、ちょうど私が言いたいこともあったんでね。はい。それはね、まあ、自分にとってはまあ話せるけど、他の方々というのはやっぱり人間の大事なものは何だろうかという、記憶だけなのか、ものなのかどうかというのは、まあ、いろんな様々な形になるわけなんで、まあ、その中のはね、やっぱりこの、誰とインタビューした人たち、その人の思い出というのが、
大事なことじゃないかなと思うんですね。だから、それらの我々、これ価値あるか価値はないかの評価じゃないんでね。その当人の、その当人の、プライスレスというのはね、要するにプライスレスなものというのは、記憶なのか、ものなのか、何か一つの表現の中の写真を収めて、だと思いますね。いろんな形で自分の大事なものというのをね、人に見せたいとか、そういう表現したいということはあるんだけど、特に自分のではですね、やっぱり家の財宝というか、まあ、門外不出、門外不出の、外で出せないということを重宝というのは、一つの、というのは、多分展示会で出ると思うんで、私ね、なんでその女性の映画になってるというのは、自分のなかなか今までの自分の本当のお母さんの写真がないんでね。で、そこの写真の、そこの絵というのは、うちの家内がたまたまそういう絵描きたい人なんで、それの通じて自分のこのホール、自分の穴の中に、心の穴の中に一つの表現だと思って、きっと女性というのは誰かのお母さんになるかもしれない。自分のお母さんだけじゃなくて、なかなか一生ね、カンボジアというのは時代というのは家族の写真がなかなかないんです。要するに、証明写真とかあるけど、家族で気楽に今みたいに携帯とかカメラとかもうボルジョワじゃないと撮れないんですよ。だから非常に貴重な、私もいくつかも写真持ってるけど、だけど自分の本当のお母ちゃんのはお母さんの写真がなかったんで、それを通じてどういうふうに本当の写真、本当の顔ではないと思うんだけど、あくまでも私のインスピレーション、あるいはうちの家内がそういう親戚見て、これのインスピレーションで書いてもらったということなんで、だから、これは一つの私のもう家宝、自分の家の重要なものというのが、一つの映と。で、あともう一つは、やっぱり連絡手紙とかですね、そこの思い出よく読み返すと、いろんな短編的に、要するに、パッチワークみたいに、メモリーのパッチワークが、リセットされてるんですね。だから、あの時の自分の友達っていうのを通信がどういうふうに捉えてるのか、自分と他の世界っていうのはどうなってるのかっていうのは、非常にパッチワークとしてね、自分の生きてる中の、心の一つのパッチワークが、埋めたというのはね、全部ではないんだけど、そういうふうに今、私はそれで、だから、その中の、多分手紙とか大事に取ってる人たちっていうのはあるかもしれないんだけど、私ね、その中の手紙っていうのは2つの母からの手紙と、あと友達の通信で届かない手紙、戻ってくる手紙。その2つというのは3つなんです。だからこれが心の自分の影である自分の心のパッチワークの中だと思いますね。はい。